どうも、ベトナム在住の内津です。今日はね、この視聴者さんのスーパーカブ、ホイールとかね、サスペンションをね、取り付けしていきたいと思います。これね、ホイールとか取り付けする前にやっておかなきゃいけないことがあって、ここのハンドルストッパーがね、おかしくなって、以前加工に失敗したんですけども、ここにね、当たっちゃうんでね、ここに、M5 でいいと思うんだよな。ボルトをねちょっと固定しようと思います。場所はどこよ。ここやな。場所はねここでいいと思うんですよ。タップをね立てていきます。グリース塗っとくかね。さあこれでどうよ。おー OK ですね。ちょっと高すぎた？まあいけるやろ。このやり方するとねハンドルロックが効かなくなるんですけども、まあこのカブはねもともとここの鍵もないんで、まあハンドルロックはね諦めてもらってストッパーをね、使える状態にしました。反対側もねできました。これでね当たらなくなりましたね。ここにも当たってた傷がついてましたが今大丈夫ですね。さあこれでやっと作業開始ですよ。これねタイヤつけて重くなる前にここの、位置確認というのかな、ちょうどの位置を、合わせていきます。これが軽く締まったところから8分の1戻すとかが正規なんだよね。締めると硬いし、ここら辺だろうな。こんな感じでしょう。それでこれの取り付けなんだけど、叩いて抜いたからやっぱり硬いよね。変形してんだろうな。これねベトナムでみんなガンガン叩いてんのよく見るんだけども、このネジ山がね潰れるのが怖いんだよね。だからこいつでねゆっくり締めていくのがいい気がします。おお落ちた。あ、そうか、もう落ちてるからいいのか。上が曲がってるんだな。今グラグラだもんね。これちょっと傷だらけになってたんでまともなのがねあるんでこっちに変えます。このボルトねこいつがついてなかったんで、これもねちょっと私の在庫品入れておきます。これねベトナムで開けるとついてないことが多いんだけども、やっぱここにはね緩み止めで大切だと思うんですよね。ここの締め付けトルクがね6から9キロらしいんでね、ちゃんとトルクレンチで締めていきます。
いや72トン、72ニュートン。これぐらいでやめとこう。しんどい。せっかくトルクレンチ出してるからね、ここもちゃんと管理しよう。ここは2から3キロだそうです。そんで横が最後ですね。ここは前トルクレンチ使ったらね、なんか締まりすぎた気がするんだよね。だから今回はトルクレンチはなしで、やっちまった。中ずれてんじゃん。仮固定しないとダメだったいやいやいや、横は最初に締め込んじゃいけないけど仮固定はしなきゃいけなかったのね。熱い。これで上を締めるんだ。さあ再度本固定。でここを最後ね。いやいやいや、やっとねサスの取り付けにまでたどり着きました。これでは簡単に通るね。人のバイクだからね、ちゃんとトルクレンチ使って締めていきます。ここが2キロから 2.5 キロね。さあ最後にね、ホイール取り付けです。オイルシールは新品かな。でこいつもねコピー部品だけども新品にします。シリコングリースね。なんせねベアリングが錆びてたのとこのホイールのハブもね錆びがあったんですけど、ここから水が入ってたと思うんですよね。ここは少しでも傷んだら変えちゃいましょう。こいつは OK。 反対側ブレーキね映ってる。これはもう掃除して組み立てておきました。で問題はねこの中身がなかったんで、中身はね、部品入れます。コピー部品ですけどね。薄いワッシャーを入れて、こいつだ。これがねこいつもついてるんだけど、これは今回は変えなくていいはずです。そんであ、そうだ、こいつが反対側ですよ。こいつは大丈夫か。
な。たまにね曲げないとつけれないやつとかがあるんですよ。大丈夫だね。あ、回ってますね。うまく映ってないかな。まあいいや。こっち側から刺すのが正しいんだよね。これはとりあえず仮締めだな。そういえばここのガタとか見るの忘れたけど、いやでも本締めはしないでいい。なんだと軽く締めて、ガタはないからいいんじゃないかな。よいしょ。とりあえずねフロントタイヤはまりました。ケーブルとかつけようと思ったんだけど、ちょっとね今日はここまでにします。それではまた。